しんちゃおおはようございます。イサムです。僕は12年間ほどアクションを、仕事としてやっていたんですけれども、今はアクションスタイルというジムをやったり、日本とベトナムでオンライントレーニングをしていたり、それから最近はアクションを使った映像の監督をさせていただいたりしております。で、この YouTube はですね、トレーニング動画などを上げていたんですが、ちょっと時間をかけて、そういう動画を作るのが難しくてですね、サボってたんですが、ちょっと最近は時間をかけずに、できる動画ってなんだろうなって考えて、ラジオ感覚で何かをしながら聞いていただける、話っていうのをしてみようということで、最近はそういった動画を上げています。で、あんまり自分の意見を発信するとかってことをしてなかったんですけど、トレーニングのこと以外は話してると自分も勉強になるし、それから人に話すことによって得られるものっていうのがすごくあるなと。こうやって一人で喋ることによって気づきがすごいあるなってことを知ってですね、すごく楽しくやらせてもらってるんですけど、それが少しでも、参考になってくれたらいいなというふうに思っておりますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はですね、一気にガッとやるよりも少しでもいいからやり続けておく方が強いということについて、これ前々から思っているんですけど、このコロナ時代に入ったことでより一層、僕の中では強まったなっていうことなんで、それを、話したいなというふうに思っています。で、もう結論から言うとですね、僕もそうなんですけど、コロナになってしまった、1年前ですよね、1年ちょっと。そこから、やめちゃったこと、やめたことによってやらなくなったことっていうのが結構あってですね。で、最近また、やろうって思い始めた時に、この、1年間少しでも自分でやっておけば、やり続けておいたら、今の自分は全然違ったなってことをすごく思ってですね、やっぱり、その期間で集中してやってたんだけど、ある、コロナっていうことが起こってやめてしまった。やらなくなっちゃった。で、やり始めようって思ってるうちに時間が過ぎちゃった。今、やっとけよかったなってすごく思うことが多くて、だからやっぱりいくら一定期間ガッとやっててもやらなくなる期間が1年あったらやっぱり戻っちゃいますよね。なので、やっぱりやり続けてたら強いなと、身になるなというふうに、思うということなんですよね。で、これは僕自身が思うこと。例えばなんですけど、ベトナム語とかね。本当は去年、ベトナムの方にジムをね、出す予定だったので、ベトナム語も勉強していたんですけど、それができなくなり、ベトナムにね、行くこともなかなか難しいなと思っていて、だけど、もう今はベトナムとのオンラインレッスンっていうのが始まったことによって、やっとけよかったなって、やっぱ思うんですよね。これ、ただの一つなんですけど、こういうのがいろいろあってですね、うわーって思うね、あっという間に時間過ぎちゃうんで、思うと。はい。1日10分でもベトナム語の勉強をしておけば、今違ったなと思うんですよね。それも通ってやろうと思ってやってたものなんでね、自力でもいいからやっときゃよかったなって思うんですけど、そういったことがいっぱいありますと。で、僕がやってるトレーニングに関しても全く同じでですね、僕はトレーニングをすることがもう昔から普通なので、もちろんきついし嫌なんですけど、でもやるっていうことが普通になってて、そこまでね何もしてない方に比べたら苦じゃないと思うんですね。だけどこの僕らのジムアクションスタイルでも休業したりとか、この期間は何時までとか、やっぱりやってくださる方に、やれない状況っていうのも作らざるを得ない、ことになってしまっていて、そんな時にオンラインレッスンに切り替えてくださったりとか、あとご自宅で、やる自主トレ、
僕たちがメニューを作って、これをやってくださいって言ったものをですねやるっていうものを作って、そっちに切り替えてくださった方、それからそのレッスンができない時にそっちだけ、やっていた方っていうのはこのコロナ期間であったとしても衰えてない、むしろこう進化しているということがなんていうんだな、こっち側の目線で、見えるから本当にこうなんつうのかな、すごいなと本気で思うんですよね。やっぱりねこんな時に体を動かすことってすごく重要だし、みんな必要だって思ってると思うんだけど、本当にやる人っていうのは少ないと思うんですよね。でもその本当にやる人とこう僕は向き合えているので、すごくこう刺激をもらうというか、やっぱやり続けてたら強いよな、この進化するよなって1年前の自分よりなってすごく僕は思わされるし、自分も後悔する。なので、最近すごくそれをガッと一定期間だけやるよりもやり続けておく方が強いなということを、このコロナに気づかされたなというふうに思っているんで、今日はそんなつぶやきを話させていただきました。ぜひ皆さんもこうやっとけよかったなって思うことだったりとか、なくしてしまったものとかがあれば、ぜひ早くね復活することによってきっと、来年の自分に全てがつながってくるので、なんか少しでもこの話で気づいてもらえること、やろうって何か決断することっていうのがあったら嬉しいなと思います。これから僕もやめてたことを少しずつスタートしていきますし、この YouTube でもいろんなことをですね、こうやって今7分ぐらいなんですけど、7分で動画が撮れるんで、こういったことも継続してやっていこうと思っています。はい、あと今日は僕早朝オンライントレーニングが終わってですね、朝やってこの後スタジオの方に行くんですけど、今日ちょっと時間があるんで、トレーニング動画久しぶりに撮りたいなと思ってるんで、なんかこう体を動かすことをねスタートしたいと思ってる方はぜひそちらの動画も使っていただければなと思います。はい、ということで、長い時間聞いていただいてありがとうございました。みんなの健康をですね一番にやっぱり僕は願ってます。見てくださる方、レッスンしてくださってる方、今まで関わってくださってる皆さんの健康が何よりも大事なんで、やっぱりそのみんなの笑顔だったり元気が僕の力になってます。はい、本当にそう思います。多年生ってやつですね。はい、ということで、いつもご視聴ありがとうございます。それでは良い一日をお過ごしください。さようなら。